今回はザイナプティクからリリースされているインテンシティについて解説を行わせていただきます。こちらは非常に簡単な設定でサウンドの輪郭を明瞭にしたり、ラウドネスを高めることが可能なエフェクトプラグインで、ミキシングからマスタリングまで幅広い用途で実用的かつ効果的にサウンドを際立たせることができますので、各機能や実際にどのようにサウンドが変化するのかといった部分をご紹介していきたいと思います。今回はマスタリングでの使用をテーマに、こちらのデモ曲のマスターチャンネルにインテンシティをインサートしています。でははじめに、インテンシティ適用前と適用後の2ミックスのサウンドを比較し、サウンドがどのように変化をするのか確認していきましょう。インテンシティを適用させると、サウンドがブライトに、そしてラウドネスが高く、音量感が上がったのがお分かりいただけるかと思います。では、ここからそれぞれのパラメータを調整しながら設定を行っていきます。まず、左右に大きく配置されている2つのノブがこちらのプラグインの中で最も重要なパラメータとなっていまして、左のインテンシティはエフェクトの適用度合い、右のバイアスが中央に表示されているこちらのバイアスカーブの設定に基づき、周波数特性を変更させるものとなっています。2つのノブをそれぞれ回して効果を確認してみましょう。インテンシティを上げると、このように音量が徐々に上がっていくように感じられますが、音量だけではなく、ラウドネスも上がっているのがポイントとなります。こちらのレベルコンプを適用させると、音量は上がらず、サウンドの特性のみを変化させることができます。今回はオンにしてサウンドのみが変化するように設定しておきましょう。では、バイアスの値も変更していきましょう。こちらは中央の0が基準となり、このように左右に動かすことができます。ノブを上げ下げすると、中央のバイアスカーブの現在の設定が変化し、値を最大に設定すると、このように左側の低域と右側の広域が強調されるようなサウンドになります。逆に最小値にすると、バイアスカーブは設定値とは逆の周波数特性となり、今回のカーブでは中域に密集したようなサウンドになります。このバイアスカーブは、こちらをクリックすることでプリセットを呼び出すことができ、用途に応じて様々な変化を加えることが可能です。例えば、インテンシティを適用させる前の状態で、すでに広域成分が強く出ているようなトラックは、デフォルトの設定ではより高音が強調され、耳につくようなサウンドになってしまいますので、こちらの広域がカットされているようなカーブを選択し適用させることで、柔らかな仕上がりとなります。バイアスカーブはプリセットだけではなく、下側のこちらから細かく設定することが可能で、強調したい周波数をこのように上側に上げていき、逆に抑えたい周波数をこのように下側に下げていくことで、独自にカーブを作成できます。こちらの ×2 では、現在の設定をすべて2倍の値に、割る2では2分の1に、インバートは上下反転、クリアは設定のリセットが行います。今回はカスタムを使わずに、デフォルトの EQ ラウドネス A に設定し、バイアスの値を設定していきます。次は画面上側について解説をしていきます。ドライウェットミックスと書かれたこちらの部分は、その名前の通り、元のサウンドとインテンシティにより
変化が加えられたサウンドのミックスバランスを設定することができます。例えば、このようにラウドネスを上げたものの、サウンドの輪郭が損なわれすぎてしまったといった場合、ドライ成分を混ぜてあげることで、元のサウンドを加え、輪郭を戻してあげるといったことが行えます。そして右側のアウトプットではデフォルトではゲインとなっていますが、このようにサチュレートへと切り替えることが可能です。これによってアウトプットされる音量が 0dB を超えた際に、クリッパーとしてレベルを抑えてくれるという働きをするため、インテンシティのみでクリッパーやリミッター、マキシマイザーのような音圧上げを行うことも可能です。今回は楽曲のピーク部分で RMS 値がマイナス 8dB あたりとなるように設定していきましょう。音圧上げを行う際の注意点としては、レベルコンプレッションをオンにしている場合は、音量が上がらない状態になっていますので、オフになっていることを確認しましょう。それでは RMS 最大値を確認しながら音圧上げを行っていきます。このように音量が 0dB を超えても、サチュレートによりピークが抑えられますので、音量を上げていってもクリッピングは発生せずに音圧を高めていくことが可能となります。試しにアウトプットをゲインに戻して再生してみると、このように 0dB を超えて出力されクリップを起こしますので、音圧を上げたい場合にはサチュレートにしておく必要があります。それでは最後に改めてもう一度インテンシティ適用前と適用後でサウンドを聞き比べてみましょう。このように比較的簡単な操作でサウンドに張りや迫力を出すことができ、エフェクトの適用量も微調整が可能なため、マスタリングだけではなく、ミックス時にも活躍してくれるのではないかと思います。デモも配布されていますので、ぜひこの機会にお試しいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。